こんにちは、池地です。今回は自作したコンピュータを紹介したいと思います。これが最近作った自作コンピュータ、名前をキューブ PC と呼んでいます。特徴はその名の通り全体がキューブ型をしていることです。過去にキューブという名前がついたコンピュータはいろいろありました。例えば G4 キューブとか NEXT キューブ、コバルトキューブとかです。その他にも自作 PC でもキューブ型のケースっていうのはとても人気があります。しかし、そういったキューブ PC は本体はキューブ型なんですけど、別途外付けで画面やキーボードをつないで使わなければなりません。そうなってくると机の上にはキューブ型以外のものも一緒に置かないといけなくなってしまいます。このキューブ PC はシステム全体がキューブ型に収まっているのが特徴です。まず上の面に画面がついています。そして左右の面にキーボードがついています。横にキーボードがついているっていうのはちょっと変な感じがしますが、実際にこう持ってみると、普通のキーボードですとこう上に手をひねって置かなければいけないんですけど、横についていることで自然にこう左右から囲む感じでキーに手を添えることができます。一方で、実際にキーを見ないで打つ必要がありますので、タッチタイピングが必要になってしまいます。これは覚えるまでがちょっと難しいのかなと思っていたのですが、実際に使ってみた感じでは驚くほど自然に打ててびっくりしました。では実際に打ってみましょう。このように普通のキーボードと同じように打つことができます。では詳しく見ていきましょう。まずはケースです。このケースは突起物を含まない形で一辺 15cm の立方体でできています。横も 15cm、縦も 15cm、こちらの奥行きも 15cm です。前面には約5インチの液晶がついています。これはだいたい私が使っているスマホと同じぐらいのサイズです。左右にはキーボードがついています。キーボードはレッツスプリット、いわゆるレプリと言われているキーボードと同じものを、同じサイズ、同じ配列のものがついています。レッツスプリットはもともと分割キーボードですので、それが左右についているという形になっています。上の面には端子類があります。これが電源で、ここに USB がついています。端子類は今後増やしたりすることがあると思います。その時に、ここだけ取り替えられるように、ここを別なパーツとして作ってあります。後ろの面にはファンがついています。ファンは6センチのファンがここについています。底面部分には空気穴が開いています。こちらから吸い込んだ空気で CPU を冷やして、それをここから排気するという形になっています。この裏面や下の面には足がついていて、これを机の上に置いたときに机から1センチ程度浮かして空気穴が塞がらないようになっています。前面の部分にも足がついていて、画面を下向きにこう置いたときにも、画面が直接机に触らないようになっています。では中を見てみましょう。このキューブ PC の各面はそれぞれ 3D プリンターで印刷されていて、この全部で6枚の面がそれぞれ辺同士でつながっています。各辺は M3 のナットとボルトで、隣の面とつながっています。
この面はキーボード面ですので、裏側にマトリックス配線が作られていて、本体の側にケーブルでつながっています。本体の中身は、こちらが画面、こちらが、ファンになっていて、その間にラズベリーパイ4が入っています。その横にもう一個自作の基板があって、この基板は、キーボードから来た信号を処理するという機能と、電源の制御を行っています。この CubePC をカバンに入れたときに、キーボードが引っかかってキーキャップが取れないように、ここにスペースが開かないように作ってあります。最後に改善したいところを説明します。一つ目は画面の周りです。この画面を今こう置いて、こちら側からこう見ているんですけど、今使っている TFT 液晶では視野角があまり広くないので、たまに見づらくなってしまう時があります。ここはもうちょっと値段が高いですけど、IPS 液晶を使うべきだったなと思います。二つ目はこの画面の周りの枠のところです。この枠はなるべく小さくしておけば、液晶の周りの金属部分などが見えなくていいんですけど、あまり狭くしてしまうと、液晶の中身が見えなくなってしまいます。今はただ四角く穴を開けてるだけなんですけども、ここを台形型にして、各辺を斜めにして、この角を削っておけば、きちんと端側で見えて、かつ、余白が小さくできたんではないかなと思います。最後に、これは、このサイズで作っていますが、中身は結構スカスカになっています。もうちょっと一回り小さくして、中身をもっとぎっちり作ることができたんではないかなと思っています。説明は以上です。何か質問があればコメントください。この CubePC が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。